勝率が特段低いわけではない。時々しっかり勝てることもある。それなのにトータルで見るとなぜか資金が増えていかない。こんな経験はないでしょうか。利益が乗ると今ある含み益を失いたくなくてすぐ確定してしまう。でも含み損になると今度はその損を確定したくなくてもう少し戻るはずだと持ち続けてしまう。その結果、勝ったり負けたりを繰り返して気づけば資金は増えていない。もしこれに心当たりがあるなら、資金が増えないのは手法が原因ではないかもしれません。むしろ人間が意思決定をするときに、ほとんど無意識に陥りやすい判断の偏りが影響している可能性があります。その代表的な考え方が今回のテーマであるプロスペクト理論。今回はこのプロスペクト理論とは何かをトレーダーがやりがちな具体例と数字を使いながら分かりやすく解説します。なぜ人は利益を早く確定し、損失を引っ張ってしまうのか。そしてそれがトータルの損益にどんな悪影響を与えるのか。この仕組みがわかるとトレードで利益を出すためにどこで判断が歪みやすいのかが見えてくるはずです。でははじめにプロスペクト理論とはそもそも何なのかを簡単に整理しておきたいと思います。プロスペクト理論の重要な特徴の一つを一言で言うと、人は利益と損失を全く同じようには感じない。そしてその感じ方の偏りが判断を歪めるという考え方です。例えを用いると、同じ1万円でも1万円を得る嬉しさより、1万円を失う痛みの方が強く感じやすい。人はそういう傾向を持っているということです。つまり人間は得をするために合理的に判断しているつもりでも、実際には損をしたくないという気持ちに強く引っ張られやすい。これがプロスペクト理論の重要なポイントです。そしてここで大事なのは、これは経済学や心理学の世界だけの話ではなく、トレードではこの判断の偏りがそのまま売買行動に出やすいということです。皆さんはエントリーをした後にこう感じたことはないでしょうか。例えば含み益が出た時、本来であればまだトレンドが続いているなら利益を伸ばすという考え方もあるはずです。でも実際には今ある利益を失いたくないという気持ちが強くなって早めに確定したくなる。逆に含み損になった時、本来であれば撤退条件に達したなら切るべきです。でも実際にはその損失を確定したくない。だからもう少し我慢したら戻るかもしれないと考えて含み損を引っ張りやすくなる。つまりプロスペクト理論が示しているのは、人は何も対策せずに判断すると利益は小さく取り損失は大きくしやすい方向へ流されやすいということです。これがトレードにおいて厄介なのは、本人は合理的に判断しているつもりでも実際にはすでに損失を回避しようとするバイアスの中で判断してしまっていることです。だからこの理論を知らないままトレードすると、自分では正しい判断をしているつもりなのに、結果として損益のバランスを崩しやすくなる。そしてその積み重ねが勝ったり負けたりを繰り返しているのになぜか資金が増えないという状態につながっていきます。では次にこのプロスペクト理論が具体的に実際のトレードでどんな行動として現れるのか、トレーダーが特にハマりやすい典型パターンを2つ見ていきたいと思います。プロスペクト理論がトレードでどのように現れるのか、その代表例が冒頭でもお伝えした2つの行動です。1つは利益を早く確定してしまうこと、そしてもう1つは損失を長く引っ張ってしまうことです。まず利益が出ている時から見ていきます。例えば自分が買った後に価格が上昇して含み益が出たとします。エントリーした時点ではこのあたりまで上昇する可能性があると考えていた。ところが実際に利益が乗ってくると少しずつ気持ちが変わります。この利益が消えたらどうしよう。せっかく買っているんだから今のうちに逃げておいた方がいいんではないか。そう考えて本来予定していた利確位置に届く前にポジションを閉じてしまう。もちろんエントリーした後に何らかの特別な事情があって早期に撤退することあると思います。例えば為替介入が行われたので途中で撤退したというような場合ですね。問題なのはそのような特別な根拠があるわけではなく、含み益を失うのが嫌だという理由だけで判断を変えてしまうことです。利益が出る前はもっと伸びる可能性を考えていた。それなのに実際に利益を手にすると、今度はそれを失うことばかりが気になってしまう。その結果、利益を伸ばす場面で利益を小さく確定する行動が増えていきます。では逆に損失が出ているときはどうでしょうか。買った後に価格が下落し、事前に決めていた損切り水準に近づいてきました。本来であればその水準を割った時点で撤退するはずでした。ところが実際に含み損を抱えると、今度はこんな考えが出てきます。ここで切ったら本当に損失が確定してしまう。もう少し待てば戻るかもしれない。せめて高値まで戻ってから逃げたい。そして最初に決めた損切りを先送りしてしまいます。損失を確定しなければまだ負けたことにはならない。そう感じてしまうからです。しかし含み損も口座上で損失が確定していないだけで、リスクそのものが消えたわけではありません。
むしろ損切りを先送りすることで、本来は小さく終わるはずだった損失が、さらに大きくなる可能性があります。ここで利益が出ている時と損失が出ている時の行動を並べてみます。利益が出ている時は、これ以上減らしたくないから早く確定する。損失が出ている時は、今の損を確定したくないから持ち続ける。一見すると全く逆の行動に見えます。しかし根本にあるものは同じです。どちらも損失を避けたいという感情から生まれています。利益を早く確定するのも、今ある利益が減るという損失を避けたいから、機械損失と言ってもいいですね。損切りを遅らせるのも、損失を確定する痛みを避けたいからです。つまり人は利益が出ている時には含み益がなくなるというリスクを避ける方向へ動き、損失が出ている時には今度は損を取り戻すためにリスクを取りやすくなる。この判断の非対称性がトレード成績を少しずつ歪めていきます。勝ったトレードでは本来取れたはずの利益を小さくする。負けたトレードでは本来限定できたはずの損失を大きくする。すると何が起きるか。勝率だけを見ればそれほど悪くないのに、利益の合計より損失の合計の方が大きくなるということが起きます。これが勝ったり負けたりしているのに資金が増えない状態です。ここで重要なのは、利益を早く確定したことも損切りを遅らせたことも、その瞬間には本人なりの合理的な理由があるように感じることです。早く利確したから利益を守れた。いくらいくら儲かった。損切りしなかったから戻る可能性を残せた。一つ一つを見ると正しい判断に見えるかもしれません。しかしこれを何十回何百回と繰り返したとき、利益の平均は小さくなり、損失の平均は大きくなっていきます。そして最終的にはトータルの成績には大きな差が生まれます。ただここまでのお話、言葉だけだとまだイメージが湧かない方もいると思います。実際に利益を早く確定して損失を引っ張ると、数字の上ではどれぐらい不利になるのか。次は具体的な数字を使って勝率が悪くないのに資金が増えない仕組みを見ていきます。ここまでプロスペクト理論の影響によって利益は早く確定し、損失は長く引っ張りやすくなることを見てきました。ではこの行動を繰り返すと実際のトレード成績にはどのような影響が出るんでしょうか。ここからは具体的な数字、勝率とトレードの回数を使って見ていきます。今回は計算を分かりやすくするために、1回のトレードで負けた場合に失う損失額を1万円とします。必ず1万円ぴったりで損失を確定します。これが1回のトレードのリスクということですね。ではこの条件で10回トレードをしたケースを考えてみます。10回のうち6回勝って4回負けたとします。そうすると勝率は 60% です。勝った回数の方が多いので、一見するといい成績に見えます。では勝った時の金額を見ていきたいと思いますが、今回は勝ったトレードで全て5000円で利益確定していたとします。1回の利益が5000円で、それが6回ありますから、合計利益は3万円です。一方、負けたトレードでは、事前に決めていた1万円の損切りを実行したとします。1回の損失が1万で、それが4回。合計損失は4万円です。利益は3万円、損失は4万円。差し引きするとマイナス1万円です。勝率は 60%、10回中6回も勝っている。それなのに最終的には資金が減っています。これが勝っているのに資金が増えない状態です。今のは損失を必ず1万円にする例でしたけれども、これが10万円でも同じです。今回は勝った時は5万円で利益確定したとしましょう。6回勝っていますから5万円 ×6 で30万円の利益を得た一方で、4回の損失によって40万円を失ったことになります。結果はマイナス10万円です。この人が毎回の勝ち負けだけを見ていれば、今回は勝った、今回も利益になった、10回中6回も勝てたと感じるかもしれません。ただし、トレードの最終的な成績を決めるのは、勝った回数だけではありません。勝った時に平均していくら利益を得ているのか、そして負けた時に平均していくら失っているのか、この2つのバランスが重要です。1つ目の例では、勝った時の利益は平均して5000円、負けた時の損失は平均1万円です。つまり、1回負けると2回分の勝ちトレードの利益がなくなります。2回勝ってようやく1回の負けを取り戻せる。仮に勝率が 100% ならこれでも問題ありません。でも 100% がないのが相場の世界。この状態では勝った回数の方が多少多いくらいでは資金はなかなか増えていきません。では損失をさらに引っ張ってしまった場合はどうなるでしょうか。先ほどは負けた4回をすべて1万円の損失で終えたとしました。しかし実際にはもう少し待てば戻るかもしれない。せめて買った価格まで戻ってから逃げたい。そう考えて損切りを遅らせたとしましょう。その結果、1回あたりの損失が1万5000円まで膨らんだとします。1万5000円の損失が4回ですから、合計損失は6万円です。
一方で、勝った6回の利益は先ほどと同じ合計3万円です。利益が3万円、損失が6万円、差し引きするとマイナス3万円です。勝率は変わらず 60% で変わっていません。10回中6回勝っています。ただ、損失を毎回先延ばしにしただけでトータルの損失が増えています。利益を早く確定することで、勝った時に得られる金額は小さくなる。損失を引っ張ることで負けた時に失う金額は大きくなる。この2つが同時に起きると、勝率が悪くなくてもトータルでは簡単にマイナスになります。ではここでもう一度最初のケースを1回のトレードあたりの平均で考えてみましょう。10回のトレードをした結果、最終的な損益はマイナス1万円でした。これを10回で割ると、1回トレードするたびに平均して1000円ずつ失っていることになります。もちろん実際には毎回1000円ずつ減っていってるわけではありません。5000円勝つこともあれば1万円負けることもあります。ただ、10回のトレードを平均して考えると、だいたい毎回1000円を失っているトレードをひたすら繰り返しているという考え方です。このやり方を何十回何百回と繰り返していっても、結果は同じマイナスになります。繰り返せば繰り返すだけ資金が減っていきます。これが長く続けるほど不利になる状態です。そしてここが最も重要なところなんですが、仮に元々の手法には利益を出せる可能性があったとしても、実際の運用の仕方によってその可能性を自分で壊してしまうことがあるという点です。例えば、事前の計画では損失が1万円になったら撤退する。利益は2万円まで伸ばす。そう決めていたとします。この計画通りであれば、1回の勝ちで2回分の負けを補うことができます。ところが実際には含み益が消えるのが怖くなり、5000円で利益を確定してしまう。反対に損失は認めたくなくて1万円を超えても持ち続けてしまう。そうなれば同じ場所でエントリーしていたとしても、最初に考えていたトレードとは全く違う結果になります。やっている本人はこの手法は勝てない。もっと精度の高いエントリーが必要だ。別の手法を試した方がいい。別のインジケーターを試した方がいいんじゃないか。そう考えるかもしれません。しかし、資金が増えないのは本当に手法やエントリーが原因なのでしょうか。エントリーの精度ではなく、利益を早く確定し、損失を引っ張る行動によって、本来は利益が出るものを自ら崩している可能性があります。だから自分のトレードを振り返るときは、勝った回数だけを見てはいけないんですね。確認すべきは、勝った時に平均していくら取れているのか、そして負けた時に平均していくら失っているのか、この2つです。勝率が高くても、勝った時の利益が小さく、負けた時の損失が大きければ資金は減ります。反対に、勝率がそれほど高くなくても、損失を小さく抑え、勝った時の利益を大きくできれば、トータルで資金が増える可能性があります。つまり、1回1回のトレードが勝ちで終わる、負けで終わることと、最終的に資金が増えることは同じではありません。プロスペクト理論の影響を受けた判断を放置すると、人は目の前の1回の勝ちを得ることを優先し、長期的な損益を犠牲にしやすくなります。早く利益を確定すれば、そのトレードでは勝ちを確定できます。目先のお金は手に入ります。損切りを先送りすれば、その瞬間には負けを確定せずに済みます。目先の損失は避けられます。どちらもその場では安心できる行動です。ただし、それを1ヶ月、3ヶ月、1年繰り返した先にあるのは、勝率はそれほど悪くない。勝つことも何度もある。それなのに、トータルでは全く資金が増えないという状態です。では、プロスペクト理論の影響は、早すぎる利確と遅すぎる損切りだけに現れるんでしょうか。実際には、それ以外にも、損失を認めたくない心理から生まれる行動があります。次は、トレーダーが特に陥りやすい別の典型的な判断を見ていきましょう。プロスペクト理論でいう損失を認めたくない心理が現れるもう一つの行動例が難品です。例えば、ある銘柄を買った後に予想に反して価格が下落したとします。最初に買った価格は1000円。ところが価格は900円まで下がり、含み損が出ています。本来なら事前に決めた撤退条件に達した時点でそのトレードを終える必要があります。しかし実際に含み損を抱えるとこんな考えが浮かびます。今ここで売れば損失が確定してしまう。でも900円でもう一度買えば平均の買い値を下げることができる。そうすれば最初の1000円まで戻らなくても少し戻っただけで損を取り返せるんではないか。そこで価格が下がったところで買い増しをします。確かに1000円で買った後に900円でも同じ数量を買えば平均の買い値は950円まで下がります。少し前は1000円まで戻らなければ損を取り戻せなかったのに、今度は950円まで戻れば計算上は損益がゼロになります。これだけを見ると状況が改善したように感じるかもしれません。損失から逃げるための距離が短くなったように見えるからです。ただし、ここで忘れてはいけないことがあります。平均の買い値が下がった代わりに保有している量は増えています。
つまり、損失から逃げるための距離が短くなった代わりに、リスクが増えています。確かに買い下がったところから反発すれば損益ゼロで逃げられる可能性はあります。でもそれはうまく反発した場合の話。そうならなかった場合、つまりさらに価格が下がった場合に失う金額も大きくなったということです。例えば最初に1000円で100株を買い、900円まで下がった時点では含み損は1万円です。そこで900円でもう100株を買ったとします。平均の買い値は950円になります。ところがその後、価格が800円まで下がれば、200株を保有しているため、含み損は3万円になります。平均の買い値を下げたことで安心したはずなのに、実際にはさらに大きな損失を抱えるリスクを引き受けています。ここで問題なのは難品という行為そのものではありません。最初からどの価格で何回に分けて買うのか、すべて買った後、最大でいくらまで損失を許容するのか、どの条件になったら撤退するのか、そこまで事前に決めた上で注文を分けるのであれば、それは計画的なポジションの作り方です。問題は最初にそんな計画はなかったにもかかわらず、損失を確定したくないという理由だけで後から資金を追加してしまうことです。この時、判断の目的はすでに変わっています。最初は相場がここまでだったら上がる可能性があるなど、何らかの根拠があって買ったはずです。ところが含み損になると、この見立てはまだ正しいのか、根拠はまだ有効なのかではなく、どうすれば損失を確定せずに済むか、どうすれば高値まで戻りやすくなるかということが判断の中心になります。つまり、いいトレードをすることよりも負けを認めないことが目的になってしまうんです。これが損失を抱えた時に判断が歪む典型例です。そしてさらに厄介なのは、たまたま縦逃げに成功した経験が、その後の悪い行動を強化することです。一度損切りをせずに待っていたら縦値まで戻ってきた。すると次のトレードでも前回も戻ったから今回も待てば戻るかもしれない。そう考えやすくなります。そして損切りを先送りする習慣がついていきます。何度かは本当に戻ってくるかもしれません。その度に損切りしなくて正解だったと感じます。しかし戻らない1回が来た時、それまで縦値で逃げてきた複数回分を上回る大きな損失を抱えることがあります。難品も縦値逃げもその場では損失を避けるための合理的な工夫に見えます。難品をすれば平均の買い値を下げられる。縦値まで待てば損をせずに終えられるかもしれない。しかし、どちらにも共通しているのは、判断の基準が相場から自分の損益へ移っていることです。そしてこうした判断を繰り返していると、最初に決めた損失の限度は少しずつ曖昧になります。損失が出るたびに買います。縦値まで戻ることを期待して持ち続ける。その結果、本来は小さく終わるはずだった1回の失敗が、資金全体に大きな影響を与える損失で変わってしまいます。ここまで判断の偏りがトータルの成績に悪影響を及ぼす例を見てきました。では、こうならないためにはどうしたらいいのか、ここからはその対策を見ていきます。ここまでプロスペクト理論によって人は利益を失うことを恐れ、損失を確定することを避けやすいということを見てきました。では人間にはこうした判断の偏りがある以上、投資家もトレーダーも感情に振り回され続けるしかないのかというと、そうではないんですね。またプロスペクト理論を知る意味というのも、自分は損失を嫌うメンタルが弱い人間なんだ。そう考えて落ち込むことではありません。人間なら誰でも利益を失うことを恐れます。そして損失が出ると、その損を確定せずに済む方法を探したくなります。つまり何も対策しないと、そういう行動を取りやすい生き物なんだという前提をまずは知ることです。ではその上でどう解決していくのか。解決策は感情を完全になくすことでも、強い精神力で我慢することでもありません。どうするのかというと、感情ではなく設計で対処する必要があります。利益が減り始めれば不安になる。損失が膨らめば取り戻したいと思う。これは人間として自然な反応です。感情を完全になくすことはできません。ただ強い感情や衝動が生まれたとしても、訓練によって決められた行動を取れるようになることは可能です。その具体例として日本人にとって分かりやすいのが地震の避難訓練です。一つエピソードを紹介したいと思います。僕昔ですね、海外で仕事をしていたことがあって、海外のメンバーと日本人のメンバーがいる環境だったんですけれども、ある時地震が起きたんですね。結構強い揺れでした。で、日本人はすぐさま机の下に隠れたんですけれども、海外のメンバーはなんか揺れてるぞみたいな感じで、軽いパニック状態になってました。で、無事揺れが収まって机の下から出ていくと、海外のメンバーに言われるわけです。机の下になんか潜って何してるんだと。こういうわけです。日本って地震大国じゃないですか。地震が起きたら机の下に隠れてください。棚が倒れてきたり、上からなんか落ちてくるかもしれません。頭を守りましょう。
ということを小学生の時から何十回繰り返しやっています。だから地震が起きたら机の下に隠れるっていう行動が条件反射的にできますよね。でもその国って地震なんてめったに起きない国なんで、そんな避難訓練なんかやらないわけですよ。だから日本人は訓練した通り机の下に隠れるという行動をとりましたけれども、海外の人たちはそういった行動は取らない。知らない、やったことないであれば行動できないですよね。でも別にこれっていうのは日本人の地震に対する恐怖がなくなったわけではないですよね。地震が起きたら不安になる。机の下に隠れてじっとしていられるのも根性を鍛えたからとか、揺れてもメンタルを落ち着かせる力を身につけたわけでもありません。小さい頃から繰り返し何回も何回も訓練してるから自然と行動ができるわけですよね。なのでトレーニングによって感情がある中でもある程度行動って変えられるわけです。トレードもこれとよく似ています。含み損が出れば不安になります。損は確定したくない。もう少し待てば戻るかもしれない。含み益が出たらそれを失いたくない。一旦このあたりで利益を確定しておこうか。そういった感情そのものを完全になくそうとするんではなくて、大切なのはその感情が生まれたとしても、決めた場所で損切りする。予定になかった難品をしない。縦値まで戻ることだけを期待して持ち続けない。そうした行動を取れるようにすることです。地震は命の危機ですが、損切りはたかがお金です。お金も大事ですけれども、地震という命の危機の感情に対して訓練で対応できるんですから、お金の危機の感情も訓練で対応できます。地震が起きてから机の下に入るべきかを一から考えるんではなくて、何も起きてない平常時に地震が起きたらどうするのかを決め、繰り返し練習しておく。それと同じようにトレードでも含み損を抱えて感情が強くなってから損切りするかどうかを考えるんではありません。まだポジションを持っていない冷静な段階で、どの条件になったら撤退するのか、その時いくらの損失になるのか、どのような行動は取らないのか、これらを先に決めておく必要があります。感情をなくすのではなく、感情があっても決めた行動を取れるようにする。それは訓練によって身につけることができます。ただその行動を身につける前に、まず納得しておかないといけないことがあります。それは本当に損切りをしていて資金は増えるのかということです。損失を一定の金額に抑えろと言われても、損切りを何度もしていたら資金が減っていくだけではないか。負ける回数を増やして本当に資金が増えるのか。そう感じる人もいると思います。ここが納得できないとなかなか行動は変えづらいです。ということで、ここからは具体的な数字を使って確認していきたいと思います。先ほどと同様に10回トレードをしたとします。今度は10回のうち勝ったのは4回、負けたのは6回です。勝率で見ると 40% です。10回中6回も負けていますから、一見すると悪い成績に見えるかもしれません。では次です。前半の例では1回のトレードで負けた場合に失う損失額を1万円としましたが、今回も同様に1回のトレードで負けた場合に失う損失額を1万円とします。そして次が前半の例と違うところなんですが、勝った時には2万円の利益で必ず利益確定するとします。この条件で考えてみると、勝った4回はそれぞれ2万円の利益です。2万円が4回なので合計利益は8万円です。一方負けた6回はそれぞれ1万円の損失です。1万円が6回なので合計損失は6万円です。利益は8万円、損失は6万円。差し引きすると最終的な結果はプラス2万円です。10回中勝ったのは4回だけです。負けた回数の方が多い。それでも最終的には資金が2万円増えています。ここで前半に見た悪い例と比べてみましょう。前半の例では10回中6回勝っていました。勝率は 60% です。しかし勝った時の利益は5000円。負けた時の損失は1万円でした。その結果6回も勝っているのに最終的にはマイナス1万円でした。一方で今回の例では勝ったのは4回だけです。前半の例より勝った回数は少ない。それでも負けた時の損失を必ず1万円に抑え、勝った時に2万円の利益を残したことで最終的にはプラス2万円になっています。つまり資金を増やすために全ての損失を避ける必要はありません。負ける回数をゼロにする必要もありません。必要なのは損失が出た時にその損を小さく終わらせること、そして勝った時には利益を小さく確定しないことです。これを聞いた皆さんの中には、それでも10回中6回も損切りするのは嫌だ。そう感じる人もいるかもしれません。その感覚自体がまさにプロスペクト理論が示しているものなんです。動画の冒頭でお伝えしました。人は利益を得ること以上に損失を避けたいと感じやすい。だから、たとえ最終的に2万円増えるとしても、その途中で6回負けることに強い抵抗を感じます。ただし、トレードの目的は1回も負けないことではありません。毎回正解することでもありません。
最終的に資金を増やすことです。そう考えると損切りの意味も変わってきます。損切りは資金を減らすための行為ではありません。大きな損失を防ぎ、次のトレードに資金を残すための行為です。1万円の損失を受け入れたということで、損失が3万円、5万円、それ以上の金額になることを防ぐ。そうして小さな損失に抑えておくからこそ、勝った時の2万円の利益が最終的に資金の増加として残ります。つまり、損切りをするから資金が減るんではありません。損切りをせずに損失を大きくするから資金が減りやすくなるんです。そしてここまでの例でわかる通り、勝率が高いから資金が増えるとも限りません。勝った回数が多くても利益が小さく損失が大きければ資金は減ります。反対に勝った回数が少なくても損失を小さく抑え、勝った時の利益を残せれば資金は増える可能性があります。ここで大切なのは高い勝率を目指すことが間違いだということではありません。勝率を高めることにも意味はあります。ただし勝率だけを見ても資金が増えるかどうかは決まりません。どれぐらいの回数勝っただけではなく、勝った時にいくら増えたのか、負けた時にいくら減ったのか、その両方を見る必要があります。この仕組みがわかると損切りをすることは失敗ではない。必要な損失を小さく終わらせることも資金を増やすための一部なんだと考えられるようになります。そしてこの理解が感情に逆らう行動を身につけるための土台になります。損失が出たとき、この損を確定したくない、もう少し待てば戻るかもしれないと感じたとしても、小さな損失を受け入れる方が最終的には資金を残しやすい。そう理解できていれば決めた場所で撤退する理由ができます。ではその行動を実際のトレードで行うためには何が必要なのか。それがトレードを始める前の設計です。まずどのような状態になったら自分の見立てが間違っていたと判断するのか、その条件を決めておきます。価格がこの水準を割ったら撤退する。想定していた値動きではなくなったら終える。そうした基準をポジションを持つ前に決めておきます。次にその条件に達したとき、いくらの損失になるのかを確認します。もしその金額を失うことが怖くて損切りできそうにないのであれば、最初から取引する金額が大きすぎる可能性があります。その場合は損失を受け入れられる範囲まで取引する量を小さくする必要があります。そして損失の終わらせ方だけではなく、利益の手締まい方も先に決めておきます。どこまで上がれば利益を確定するのか、どのような値動きが続いている間は保有を続けるのか、どのような変化が起きたら予定より早く決済するのか、これらを含み益が出る前に考えておきます。利益が出てから決めようとすると、この含み益がなくなったらどうしよう、今のうちに確定した方がいいんじゃないか、もういくらいくらの含み益だからこれで十分じゃないか、という感情が判断に入り込みます。難品についても同じです。追加で買う可能性があるなら、どの価格で追加するのか、何回まで追加するのか、すべて買った後、最大でいくらの損失になるのか、どの条件になったらすべて撤退するのか、そこまで事前に決めておきます。含み損になってから平均の買い値を下げれば逃げやすくなるかもしれないと考えて追加するのは計画ではありません。損失を認めたくない感情によってその場で判断を変えている状態です。人間は損失を避けたいという感情を持っています。その感情をなくすことはできません。ただし、その感情が出る前に、どこで損失を止めるのか、いくらまで失うのか、どこで利益を確定するのか、これらを先に決めておくことで、感情が判断に影響する余地を小さくできます。つまり、プロスペクト理論への対策というのは、感情を打ち負かそうということではなく、感情が強くなった時にその場で考えなくても済むようにしておくことなんです。冷静でいられる自分を期待するんではなく、冷静でいられなくなることを前提に先に設計しておく。これが感情ではなく設計で対処するということなんですね。プロスペクト理論が言っているのは人間の損と利益に対する感じ方の違い。何も対策しないと利益は小さく損失が大きくなる行動を取りやすく、それがトータルで資金が減ることにつながることがある。だからこそ事前の設計が大事だし、地震の避難訓練と同様に繰り返し訓練することで感情に支配されずに行動を変えることはできる。実は今回お話ししてきた損失をどこで止めるのか、1回の取引でいくらまで失っていいのか、勝った時の利益をどのように残すのか、これらを事前に計画し実行することを資金管理と言います。もし今現在勝ったり負けたりを繰り返していて、なぜか資金が増えていかないという方は、一度自分のトレード結果を見直してみてください。勝率だけではなく、勝った時に平均でいくら増えているのか、負けた時に平均でいくら減っているのか、損を避けようとして最初の計画を変えていないか、そこに資金が増えない原因が隠れているかもしれません。またこれまで資金管理を意識してこなかったという方は、次のトレードからどこで損失を止めるのか、
いくらまでなら失って良いのか、利益をどこまで伸ばすのか、これをポジションを持つ前に決めてみてください。今回の内容をより実践的に解説した資金管理のプレイリストを概要欄に置いておきます。合わせて視聴していただくと資金管理を実践しやすくなると思います。